バフィー。はい、こんにちは。今回はですね、フクロウの普段の接し方からグローブに慣れてもらう、そういう練習ですね。で、さらにフライト訓練方法までこの1本の動画の中にまとめていこうと思うので、少し長い動画になりますが、ぜひ最後まで見ていってもらえると嬉しいです。で、まずはじめに普段の接し方からなんですけど、現時点でいい関係が築けてないかもしれないと思う方や不安のある方向けに話をさせていただきます。で、そばに寄れば威嚇される、噛まれる、離れてしまうという状態だとお互いに幸せにはなれないと思うので、できれば改善したいですよね。で、これはうちでの経験談になるんですけど、慣れさせようとして人間のタイミングで構えに行ってしまうのは逆効果になって悪化してしまう可能性があるというものです。で、ここで一度試してみてもらいたいのが、普段の餌やれや掃除以外にはむやみに触らないようにして、ただそばにいるだけの日を週に何回かは取ってみてください。で、ここで大事なのが、そばにいるだけと決めた日は触ろうとする素振りも見せないように徹底するようにすることです。で、初めは緊張して目を離さなかったりすると思うんですけど、数十分とかただそばにいると次第に緊張がほぐれてくるような様子が見られると思います。ただこのタイミングなら大丈夫そうだっていうことで触ったりしないで、立ち去るところまでを一つの過程にしてみてください。これがすごく大切です。で、そうすることでまだ生活に慣れてなかったり触られるのが苦手なフクロウさんに、攻撃的な習慣がつかないようにできると思います。で、小さな体で精一杯の意思表示をしてくれていると思うので、よく観察して、フクロウのペースに合わせて時間をかけてあげるのがいいと思います。で、ちなみに接し方については別の動画を作ってあるので、ぜひそちらも参考にしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。はい、次はグローブに慣れてもらう姿勢の練習についてです。で、まず事前の取り組みとして普段の餌やりから意識してやってもらいたいのが、餌やりの時に一歩でもいいから歩み寄ってきてもらえるように取り組んでみてください。で、少しずつ距離を伸ばしていって1メートル2メートルと来てくるようになったら、今度はグローブをつけて餌の前に構えておきます。で、まずは片足だけでも乗ってもらえたら成功です。で、リーシュを持って優しく上に引き上げます。で、そのままゆっくり餌やりして食べ終わっても落ち着いているようなら、そのまま据えておきます。で、こういうのができるようになったら今度はジャンプアップでグローブに呼べるように練習していきます。それでは実際にやっていきます。マフィー。ちなみにすぐ降りてしまうことが多い場合なんですけど、環境を変えてみるのもおすすめです。普段家の中でできなければあえて外に連れ出してあげると意外にもうまくいくことがあります。これは家の中がすでに縄張りのように意識されてて、反射的に戻ろうとする行動なのかもしれません。で、この場合あえて難しい環境である家の中でやるよりも、外に鳴らす方が効率よく取り組めると思います。で、こういった感じで、末の練習をするときには餌やりとセットにするのをおすすめです。で、ご褒美がない状態だとフクロウからすると普段いる安心できるスペースから連れ出されるだけの不快な時間になりかねないからです。で、そうなってしまうと、とりあえず乗せることができてもすぐ降りてしまう、拾い上げる、これの繰り返しをすれば、やればやるほどフクロウに嫌われてしまう可能性があります。なので乗せる時には、常に餌を目の前に見せた状態で、取り組んでみてください。で、ちなみに食べることにあまり関心のないフクロウさんの場合なんですけど、そもそも餌を必要とするほど空腹じゃない可能性もあると思うので、いつまで待っても無関心で一歩も歩み寄ってこない状態の場合、病気でもない限り、これはスキップしてもいいかと思います。人間都合の制限は良くないんですけど、しっかりと出して、待った上で食べるかどうか、観察するのはすごく大事だと思います。はい、それでは最後にフライト訓練についてやっていこうと思うんですけど、まずはじめに絶対にやってはいけないこととして一つ、これは絶食です。呼んでも来てくれなかった、反応が悪いっていう人側の都合で何日も餌をあげないようなことをするのはデメリットだらけなので、やらないようにしてください。最悪の場合落腸させてしまったり、栄養不足から免疫力も落ちて病気になりやすくなったり、気が荒くなってしまう可能性があります。で、ちなみにバフィーは365日毎日欠かさずフリーフライトさせてます。で、もちろん毎日しっかり食べさせてます。で、これは絶食させなくても習慣づけられるくらい毎日やればできるようになるっていう一つの例として見てもらえると思います。それでは早速フライト訓練に使うロープの準備をしていきます。はい、それでは今回紹介するのはユニノットという結び方で、ロープにカラビナを取り付けるときにすごく丈夫な結び目ができて、覚えておくと何かと便利なので、ぜひマスターできるように練習してみてください。それでは始めていきます。リングに紐を通します。
長めに通します。根元をしっかりと押さえて輪を作ります。この輪の中に紐を通していきます。4回回します。1回、2回、3回、4回目。この結び目を持って引いていってください。もう一度この結び目を持って今度はこっち側の紐を寄せていきます。しっかりと引き締めたら完成です。これをリーシュの先端とフライトに使うロープの両端に取り付けていきます。はい、準備ができたところで早速実践していくんですけど、ここで大事な注意事項が一つあります。絶対にグローブや何か他のもので直接袋をつながないことです。で、理由としては自分の方向以外に不意に飛び出してしまった場合にロープの長さ分飛ばれるとかなりのスピードになるので、ブレーキがかかった時にフクロウの足にものすごい負担かかるからです。で、怪我にもつながるのと、それと引っかかる可能性もあります。なので必ず行動範囲を制限できるようにロープを張ってあげて、そこにリーシュガのカラビナを取り付けていきます。こうしておけば飛び出し範囲はリーシュ分だけなので負担をなくしてあげられます。それでは実際に読んでいきます。バフィー。バフィー。バフィー。ここで一つポイントがあります。それは読んでグローブに乗ってもらった時にまたすぐ放たないようにすることです。このすぐ離すということを繰り返すことで、フクロウに合図でグローブに行って餌を取ったら離れるっていうところまでが習慣にさせてしまう可能性があるからです。で、それは好ましくないので、呼んでグローブに戻ってもらったら一旦は間を置くことをお勧めします。それではここまでがフライト訓練の一連の流れとなります。毎日の習慣になるくらい取り組んでみてください。で、概要欄にそれぞれの関連動画のリンクを貼っておくので、もし興味があったらそちらを見ていってください。で、もしこの動画が参考になったと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけるとすごく励みになります。それではまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。